春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回はシーケンサーでイベントを呼び出して、前回作成した口パクに合わせてセリフを読み上げてみようと思います。セリフを読み上げてみた。サクッと作ってみましょう。1、下準備。1の1、レベルに配置。背景画像をコンテンツブラウザにインポートします。右クリック、スプライトアクション。スプライトを作成。名前を BG イメージスプライトにします。レベルに配置します。背景画像の画像サイズは2304、1536です。位置を X、4000、Y、0.0、Z、2300、回転を Z、90度、大きさを3倍にします。前回作成した BPFB キャラクターをレベルに配置します。位置を X、マイナス100、Y、600、Z、1000、回転を Z、180度、大きさはそのままにします。1の2、カメラ作成。基準となるカメラの位置を決めます。インド、ワールドセッティングで、ワールドセッティングパネルを表示します。ゲームモード、ゲームモードオーバーライドで、ゲームモードを選択します。今回はデフォルトの BP サードパーソンゲームモードを使用します。デフォルトのコーンクラスをスペクテータコーンにします。起動してみましょう。カメラがパースペクティブモードになっているので、遠近投影。近くのものは大きくて遠くのものは小さく映るようになっています。マウスを移動させるとカメラが斜めになり、少し扱いにくいので、別のカメラを作成します。右クリック、ブループリントクラス、すべてのクラスで、スペクテータコーンを検索します。スペクテータコーンを選択します。名前を BP スペクテータコーンにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルのプラス追加より、シネカメラコンポーネントを追加します。ピントが合わなかったりするので、詳細パネル、フォーカス設定、フォーカスメソッド、マニュアルからディセイブルにします。コンパイルして保存します。ワールドセッティングパネルのゲームモード、デフォルトのコーンクラスを作成した BP スペクテータコーンにします。起動してみましょう。マウスの制御が切れて扱いやすくなりましたよね。スペクテータコーンはプレイヤースタートの設定を引き継ぐので、BP スペクテータコーンはプレイヤースタートにスポーンします。プレイヤースタートを動かして、基準となるカメラの位置を決めます。位置を X、マイナス4500、Y、0.0、Z、2300にします。起動してみましょう。まあこんな感じですね。2、デフォルトの閉じた口、マウスの作成。セリフがないときは、口を閉じているようにします。閉じた口のテクスチャをインポートします。右クリック、スプライトアクション、スプライトを作成。名前をクロースマウススプライトにします。BPFB キャラクターを開きます。ビューポートを開きます。クロースマウススプライトを顔なし本体にドラッグします。位置を Y、0.1 にします。コンストラクションスクリプトに移動します。FPFB リップシンクコンポーネントを配置します。FPFB リップシンクコンポーネントより、セットビジビリティノードを配置します。コンストラクションスクリプトノードにつなぎます。ニュービジビリティはフォールズにします。クロースマウススプライトコンポーネントを配置します。クロースマウススプライトコンポーネントより、セットビジビリティノードを配置します。前のノードにつなぎます。こちらはニュービジビリティをトゥルーにします。FPFB リップシンクは非表示になり、クロースマウススプライトが表示されるようになります。コンパイルして保存します。配置したセットを見ると、閉じた口になりましたね。3、イベントの作成。BPPFB キャラクターを開きます。イベントグラフに移動します。シーケンサーのイベントトラックで指定するイベントを作成します。カスタムイベント EV リップシンクを作成します。カスタムイベント EV クロースマウスを作成します。コンストラクションスクリプトで作成したコンポーネントと、セットビジビリティノードを複製します。それぞれのカスタムイベントにつなぎます。EV リップシンク側は、FPFB リップシンクコンポーネントのニュービジビリティをトゥルーにします。
クロースマウススプライトコンポーネントのニュービジビリティをフォールズにします。EV クロースマウス側は FPFB リックシンクコンポーネントのニュービジビリティをフォールズにします。クロースマウススプライトコンポーネントのニュービジビリティをトゥルーにします。コンパイルして保存します。4. レベルシーケンスの作成。シーケンスアイコンをクリック。レベルシーケンスを追加。保存フォルダを指定します。名前を LS イベントトラックにして保存します。シーケンサーが開きます。FPS を 30fps にします。4-1 カメラトラックの追加。カメラアイコンをクリックしてカメラを追加します。シーケンサーのトラックにシネカメラアクターが追加されます。またレベルにもシネカメラアクターが追加されます。追加したシネカメラアクターをプレイヤースタートの位置に配置します。位置を X、マイナス4500、Y、0.0、Z、2300にします。回転をリセットします。4-2、オーディオトラックの追加。プラス追加でオーディオトラックを追加します。コンテンツブラウザにボイスをインポートします。ビュー範囲を0から1600にして全体を表示します。カメラカットを1500まで伸ばします。終了マーカーも1500まで持っていきます。オーディオトラックにサウンドを追加していきます。今回は適当に配置します。再生ヘッドを配置したいフレームに合わします。オーディオトラックのプラスをクリックします。サウンドウェーブを指定します。同じように残りのサウンドも追加していきます。4-3 キャラクタートラックの追加。アウトライナーより BPFB キャラクターをトラックに追加します。プラスをクリックします。イベントをトリガーで追加します。トリガーイベントはキーフレームごとに1回評価されるイベントです。トラックにキーを打って使用します。そのキーのポイントで定義されているプロパティに更新します。リピーターイベントはセクションの範囲の各フレームに対して継続的に発生または評価するイベントです。トラックにセクションが追加されます。今回はトリガーイベントを使用します。ボイスが始まるタイミングでキーを打ちます。フレームを合わします。イベントトラックを選択します。エンターキーを押してキーを打ちます。キーを右クリック、プロパティ、アンバウンド、クイックバインドでカスタムイベント EV リックシンクを検索します。EV リックシンクを指定します。するとレベルシーケンスディレクター BP が開き、カスタムイベントに EV リックシンクが接続されます。レベルシーケンスディレクター BP はシーケンサーでイベントトラックを使った際にイベントのロジックを管理するためのブループリントです。カスタムイベントを選択して名前をリックシンクにします。コンパイルして保存します。キーにカスタムイベント名が表示されます。ボイスが終わるタイミングでキーを打ちます。フレームを合わします。イベントトラックを選択します。エンターキーを押します。キーを右クリック、プロパティ、アンバウンド、クイックバインドでカスタムイベント EV クロースマウスを検索します。EV クロースマウスを指定します。レベルシーケンスディレクター BP に新しいカスタムイベントが追加されます。カスタムイベントを選択します。名前をクロースマウスにします。コンパイルして保存します。あとはキーを選択してコントロールプラス C でコピーしてコントロールプラス V で貼り付けていきます。保存します。フレームを0に合わします。シネカメラのパイロットを解除します。アウトライナーのレベルシーケンスを選択します。詳細パネル、再生、自動プレイを有効にします。起動して再生してみましょう。噴水の水しぶきが私の肌を冷たくなでる。目を開けると、そこは私の知っている世界とは全く異なる場所だった。空は深い青色で、星がきらめいている。木々は不思議な形をしており、その葉は鮮やかな緑色をしていた。私は立ち上がり、周囲を見渡す。剣を携えた騎士が通り過ぎ、魔法使いが杖を振りながら呪文を唱えている。星の精霊が舞い、妖精たちが笑い声を上げている。これは、異世界？
私は驚きと興奮を抱えてつぶやいた。そして、この新たな世界で私が果たすべき使命が待っていることを感じた。セリフを読み上げているようになりましたね。字幕をつけてみようと思います。その1、字幕用のパーツ UMG の作成。字幕用のパーツ UMG を作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を UMG サブタイトルパーツにします。ファイルを開きます。パネル、キャンバスパネルを配置します。フィルスクリーンをデザイアーにします。パネル、サイズボックスを配置します。アンカーを中央にします。位置をリセットします。アラインメントを 0.5 にします。サイズ2コンテントを有効にします。一般、テキストを配置します。名前をサブタイトルパーツテキストブロックにします。イズバリアブルを有効にします。フォント、輪郭設定、輪郭サイズを3にします。ジャスティフィケーションを中央にします。一旦、保存します。グラフに移動します。カスタムイベント EV サブタイトルを作成します。サブタイトルパーツテキストブロックを配置します。サブタイトルパーツテキストブロックより、セットテキストノードを配置します。変数セリフ、テキスト型を配列で作成します。変数セリフ、セットノードを配置します。カスタムイベント EV サブタイトルにつなぎます。セットテキストノードにつなぎます。変数セリフ、セットノードの左のピンより、メイクアレイノードを配置します。ピンをセリフの数と同じだけ追加します。最初のインデックス0は空白にします。セリフを記述していきます。変数セリフ、セットノードの右のピンより、ゲットはコピーノードを配置します。インデックスピンを伸ばして、カスタムイベント EV サブタイトルにドラッグします。名前をインデックスナンバーにします。出力ピンをセットテキストノードのインテキストピンにつなぎます。コンパイルして保存します。その2、表示用の UMG の作成。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を UMG メインサブタイトルにします。ファイルを開きます。パネル、キャンバスパネルを配置します。パネル、サイズボックスを配置します。アンカーを下中央にします。1x を 0.0、1y を-100にします。アラインメントを 0.5 にします。サイズ2コンテントを有効にします。字幕用のパーツ UMG サブタイトルパーツを検索します。サイズボックス配下に配置します。コンパイルして保存します。その3、UMG の表示、BPFB キャラクターを開きます。クリエイトウィジェットノードを配置します。イベントビギンプレイノードにつなぎます。クラスで表示用の UMG メインサブタイトルを指定します。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前を UMG メインサブタイトルにします。最後に Add2View ポートノードをつなぎます。その4、字幕イベントの作成。カスタムイベント EV サブタイトルを作成します。UMG メインサブタイトルゲットノードを配置します。UMG メインサブタイトルゲットノードより UMG サブタイトルパーツゲットノードを配置します。UMG サブタイトルパーツゲットノードより EV サブタイトルを配置します。カスタムイベント EV サブタイトルにつなぎます。変数ナンバーをカスタムイベント EV サブタイトルにドラッグします。コンパイルして保存します。その後、字幕用イベントトラックの追加、レベルシーケンスを開きます。BPFB キャラクターのプラスをクリックします。イベントをトリガーで追加します。名前を字幕イベントにします。エンターキーを押して、キーを打ちます。キーを右クリック、プロパティ、アンバウンド、クイックバインドで、カスタムイベント EV サブタイトルを呼び出します。レベルシーケンスディレクター BP が開き、カスタムイベントに EV サブタイトルが接続されます。また、変数インデックスナンバーに値を渡すことができます。カスタムイベントを選択して、名前をサブタイトルにします。コンパイルして保存します。キーを選択して、コピーします。セリフの最初に合わせて貼り付けます。右クリック、プロパティ、ペイロードに変数インデックスナンバーが表示されています。
この変数インデックスナンバーには UMG サブタイトルパーツで作成した変数セリフのインデックスナンバーを記述します。他のセリフに対しても字幕キーを打っていきます。保存します。アウトライナーでレベルシーケンスを選択します。詳細パネル、再生、自動プレイを有効にします。起動してみましょう。噴水の水しぶきが私の肌を冷たくなでる。目を開けると、そこは私の知っている世界とは全く異なる場所だった。空は深い青色で、星がきらめいている。木々は不思議な形をしており、その葉は鮮やかな緑色をしていた。私は立ち上がり、周囲を見渡す。剣を携えた騎士が通り過ぎ、魔法使いが杖を振りながら呪文を唱えている。星の精霊が舞い、妖精たちが笑い声を上げている。これは、異世界？私は驚きと興奮を抱えてつぶやいた。そして、この新たな世界で私が果たすべき使命が待っていることを感じた。セリフの読み上げに合わせて字幕も表示できましたね。設定ファイル。一度ブループリントで組んでしまえば、あとはイベントを呼び出すタイミングだけをトラックで指定すればいいだけなので、シーケンサーを使ってブループリントのイベントを呼び出すのは何かと便利かもしれませんね。シーケンサーでブループリントのイベントを呼び出すメリットは、簡単なイベント追加。シーケンサーを使用すると、ブループリントにアクセスせずにイベントを追加できます。オブジェクトに複数のイベントを追加したり、単一のイベントに複数のオブジェクトをバインドできます。正確なタイミング制御。シーケンサーのイベントトラックを使用することで、特定のフレームで正確なタイミングでイベントを呼び出すことができます。ブループリントの簡潔化。シーケンサーを使用することで、ブループリントが複雑になることを避けることができます。イベントトラックを追加することで、ブループリント内で直接イベントを呼び出す必要がなくなります。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。